こんにちは、あきこです。今日はね、目で見えてる世界についてお話ししたいと思います。目でね、見えてる世界ってさ、今こういろいろ木が風になびいていたり、いろいろこう見えますけど、ここで見えてる世界ってさ、今なんですけど、実は過去のものなんですよね。これがどういうことなのかってことなんですけど、今自分が体験してる世界っていうのは、宇宙だと自分自身がこう、なんていうか感じたこととかね、こういう風にしたいなって思ったら、すぐに叶っちゃうんですよね。すぐ叶ったり、あの人に会いたいなと思ったら、パッとこう連絡取れたり。今は電話とかもあるからね、地球の中も早くなったけど、宇宙だったらもう本当に距離とか超えてさ、宇宙の端と端が、連絡取れたりさ、やり取りできたりっていうのは、波動であってインスピレーションであるから、そういうことは可能だと思うんですね。で、地球っていうのは、その波動を物質化してるんですよね。こういうさ、ペンとかさ、形になってるじゃん。形にしてるから、少しね、タイムラグがあるっていうのがすごい特徴だと思うんですよ。タイムラグっていうとなんか難しそうだけど、時間差攻撃みたいな。時間差、バレーボールの時間差みたいなのが、1週間ぐらいあるんじゃないかなと思うんですね。そう。何がさ、時間差なのかってことなんですけど、ここは結構面白いと思います。結局今自分が見てるものって過去のものって言いますけど、何かっていうと、自分の気持ち、波動、気持ちですよね。今出してる波動が、気持ちが、明日になって未来になっていくんですね。で、私たち、ってか私だとすると、私の今見えている世界っていうのは、自分が映写機みたいな感じで、それで見えてる世界っていうのは映画みたいなものなんですよね。リアリティがあるから、すごいこう、なんて、すごいものみたいな。なんか、ね、人とか触ったらあったかいし、柔らかいし、みたいな。ね、こう、すごい形、石とかあったらね、石とか触った時に、もう硬かったり重かったりするから、もうすごいリアリティがあるからさ、そこの世界に入り込みがちなんですね。人間関係でも、なんかそうだけど、ね、すごいリアリティがあるから、本当に入りがちなんだけど、これなんだよね。リアリティがあるんだけど、要はさ、自分が映写機で、見えてる現実っていうのは、自分が映し出してるんですよ。自分の映画を自分で自作自演みたいな感じでやってるんですね。だから見えてる世界、今苦しい人っていうのは、自分がそういう気持ちを出してたんですよ。今じゃなくて、ちょっと過去のとこでね。だから、今この映画の中、地球の中でやりがちなのは、この映画、見えてる世界を変えようとするっていうのがやりがちなんだけど、人を変えようとしても変わらないとかさ、格言みたいになってるけど、ほんと変わらないんですよ。複雑になっちゃうって感じね。そう。これはなんでかっていうと、結局自分自身が出してる映画だから、ここを変えようとしても意味ないし、変えるんだったら自分の心って感じなんですね。で、ここのタイムラグなんですよね。どれぐらいさ、だからこの見えてる世界変わらないのはわかるけど、どれぐらいのタイムラグがあるかっていうと、見えてる世界は多分ね、なんとなく1週間ぐらいなんじゃないかなと思うんですよ。だから今自分が体験してるものっていうのは、1週間前の自分の気持ちぐらいなんですよね。そんな感じぐらいなんじゃないかな。私、だから今出してる気持ちがあさってぐらいなのかなって思ってたんだけど、1週間ぐらい経ってんじゃないかなと思ったんですよね。で、出来事としては、そう、旦那さんのことちょっとこうイラついたんですね、私が。何みたいな。こう、イラってして。で、その時に、こうもう入らないんですよ、そういう世界に。結局自分が出してる波動だってわかるから、過去自分がこういう波動を出したから、現実としてね、こうイラつくようなこと言ってくるなとか思って、で、入んないんですね。で、思い当たることとしてはさ、自分の波動を乱れてたのが1週間ぐらい前だったんだよね。その時に、1週間前の波動今来たんだみたいな感じだったから、そう、1週間前の気持ちって感じだね。わかりますかねこのあたり。だから、すごい過去のものなんですよ。だから、本当に幻想だって思うし、こんなにタイムラグがあるなんてわかんないでしょ。わかんないじゃないですか。見えてる世界があまりにリアリティがあるから、
ね、1週間前にのことだからもう現実、捨てていいっていうかさ、ここを見てたってしょうがないですよね。うん。過去のものだから。だから私もほんと入りすぎない。昨日結構すごい面白いことあったんですけど、たくさんなんだっけ、講座のキャンセルが出て、それを募集したらすごいいっぱい入ってきてくださったんですよ。ちょっとお受けできなかったんですけど、すごいもうそこに入り込んだらさ、すごいウハウハみたいな感じになりそうだけど、もうこれ結局過去の自分がいい波動出してたからこうやってみんな反応してくれてんだなーっていう感じで冷静に見てんだよね。1週間前の私よくやったなみたいな感じで思う感じなんですね。そう過去のものなんですよ。だから今見てる世界とか、だからこうちょっと一歩下がった状態で体験した方がいいと思うんですね。で今自分がどこに集中するかっていうと、もうこれから現実とか変えて、だから今苦しい人は苦しい現実ばっかり見てたってしょうがないんですね。1週間前のものだから。苦しい現実が来てるってことは、1週間前に苦しい自分が波動出した気持ち出してたから、ただ来てたってことなんですね。で楽しい現実が来てる人は1週間前に楽しい現実気持ちを出してたってことだから、そういうこと、ただそれだけなんですね。だから自分が集中するのは今の自分の波動っていうか気持ちだけなんですよ。ちょっとこうなんていうのかな、自分が気持ち出してそれを自分が体験する、気持ちを出して体験する、気持ちを出して体験するみたいなのをずっと繰り返してるんですよ、自分が。こういう感じだから先に自分が出さないとダメなの、自分の気持ちを。だから自分の未来変えたいって思うんだったら、自分がもう今の気持ちをさ、いい波動を出せばいいんですね。でいい波動っていうのはだからいつも動画で言ってる、自分がさやっぱ安心してればいいんですよ。安心リラックス心地いいことやってればいい。だから分かりやすいところで言うと、本当に現実の中に入り込んじゃって今苦しいって思ってるとさ、苦しい波動ずっと出しちゃうんだよね、自分が。そうだから今の波動を自分が整えてあげて、だから安心すればいいわけだから、ちょっとほっとしようよみたいな、一歩離れてコーヒー飲んだりして、リラックスしたり、だから小さなことで自分がどういうことにこうほっとするか安心するかっていうところに気がついてくツールっていうのかな。私だとヤシの木の葉っぱ見てれば和むなとかさ、こういうところなんていうのかな、多くすぐにほら外に、今も外だけど外に出た時にパッとさ目につくものなわけじゃん。あとほらよく牛が歩いてんだけど、牛見てるとさ、頑張ってんなみたいなさ思ったりする。それで和むんですよ自分が。だから皆さんだとさパッとこうできることたくさんあると思うんですね。そういう感じのことを自分がこう日常たくさんねやるといいと思います。そういうのをたくさん見つけてあげるっていうのかな。そんな感じにすると本当にね波動が整うんですね。自分自身のやっぱり波動が整ってくると現実がね意外とねうまく回り始めるんですよ。だから苦しい人はまず自分自身の波動こっちに集中しないとダメです。目で見えてることはもう捨てちゃってください。過去1週間前だね、わけわかんない遅さ、もうわけわかんない遅さだからね、もうこれが地球的なんだけど、このからくりわかんないからね、ずっと私も入り込んでたし苦しい苦しいって思ったけど、過去のものなんですよ、見えてる世界は。1週間前、そうだからさっきの旦那さんの話でさムカついたよね。私ムカついて、でもこれ1週間前に1週間前ぐらい自分が出したなって思い出したっていうか、1週間前ぐらいのものだってもう分かるから、過去のものだなって。だから私がやったのはその時にもう前だったらさ喧嘩してたよ。何その言い方とかさ、なんて言うんだかな、ちょっと謝ってちょうだいみたいなこととかもしかしてやったかもしれないですけど、入んないんですよ。もう喧嘩するのもそれで波動が乱れてさね、今度はそういう現実的にそういう人が来たりとかするんですよね。そういう出来事が起きてくるのはもう嫌なの。こういうストーリーに入りたくないんですよ。なんせいいものも悪いものもやっぱこういうジェットコースターになるからもう疲れちゃう、疲れちゃうし、もうそういうのねもううんざりいい意味でうんざりだよね。楽に進みたいから、だからやったのは旦那さんのことで怒った時にやったのは、そこから一歩下がって自分でこうね、よくみんなにお伝えしてるけど、ミカエルとかアルクトゥルス呼んでエーテルコードカットをするんですね。周りにやっぱり結局どこかのね自分が波動下がってる時とかっていうのはどこかのなんかを拾ってくんだよね、エネルギーで自分が。
なんか合っちゃうんですよ。なんかとなんかがあって余計にイライラしたりとかするから、まずエーテルコードのカットを、ミカエル来てくださいって言って、エーテルコードカットと浄化お願いしますって言って、浄化とエーテルコードカットをお願いするんですね。それで、グランディング、やっぱちょっと浮きがちになると不安になったりしてくるから、グランディングして、その時は寝たんですよ。次の日に。次の日じゃないや。寝たんですね。それで、次の日、じゃあどうなったかっていうと、もうほんとケロッとしてさ、仲良しですよ。そう。あれ、ソニカマはちょっと旦那さんあんまり紹介したことないよね。ちょっと待って。旦那さんです。こんにちはして。こんにちは。お名前は何ですか？名前クシナナグです。パノ食べてる？パノカンキ。すいません。口の中に、タバコ入って紙タバコ入ってるから今、こんにちはってなりますけど、いつもあんな感じじゃないんですけどね。今は仲良しだったんだけど、これがもしさ、私が張り込んでたらもう仲良しにもなれずに、ずっと怒ってますよ。ずっと。こんな感じですね。そう、分かったかな。1週間前とかさ、わけわかんないよね、この仕組み。でもこれが地球なんですよ。やっぱ物質化してるから時間かかるっていうことだから、これなんか分かりやすいんじゃないかなと思って、今日撮ろうと思いました。見えてる世界ってもうこれはね、確実ですね。自分が見えてる世界っていうのはもう自分の波動が映し出してるんですよ。やっぱり自分の気持ち、体験したいところを体験してるっていうことがあるから、今ご自身の現実を見てみてどうなのか、じゃあ今苦しいんだったら自分の波動を整えることをこっちの方を見るってことですね。目で見えてることは1週間前のことですから忘れる、見ないって感じ。だからちょっとこうエーテルコードカット浄化とかね、やっていただくといいと思うんですけど、それ以外はもうね、なんか波動がね乱れることが続きますから、少し体休めるとかね、癒しのところに行くとか、そういう感じで波動をね少し安定させてあげた方がいいんじゃないかなと思います。で、あとね、どうしてもさ悩んだり苦しい時あるじゃん。怒りだったらこうやってちょっと下がればいいんだけど、自分を卑下するような気持ちとかさ、落ち込む時あると思うんですね。そういう時はどうすればいいかっていうと、その気持ちも丸ごと認めてあげるって感じですね。そのまま認めてあげて、とことん悩ませてあげるといいと思います。途中でね、やっぱ止めちゃうと悩まない方がいいとか、ポジティブにならなくちゃって逆に無理すると、ずっとね不完全燃焼でまたずっと波動がこうなりますから、思いっきり落ち込む中だったらガーンって落ち込んで落ちるところまで落ちて、でまたふっと上がってくるから、その時にヤシの木を見るとかね、あらおじさんお出かけみたいですね。そうこんな感じになりますので、そうやってやっていただくと分かりやすいんじゃないかな。はい、暑い。今8位よ、もう38度ぐらいあるよ。今オレンジジューチをね買ってきてもらいましたので、今から飲んで頑張ります。あともう一本今日あげたいなと思ってますので、そんな感じです。なんかね気づきになればいいかなと思っています。それではまた。